大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。先生こんにちは、こんにちは。皆さんこんにちは。6月半ばにも入りまして、はい蒸し暑くなってきましたね。そうですよね。本当にもうエアコンがいるかなっていう除湿だけでもね、なんか湿度が上がってきてますよね。はい。エアコンが恋しい季節になってきましたが、はい。日本の原子力発電所が今止まってるんですよね。そうですね。すべてストップしたという、そして再稼働がやはりその町の方の反対であったりとか、でなかなか再稼働できない状態になっておりますね今。で電力不足が夏にはそうですよね、またね予想されるんではないかということで、で先生お聞きしたいことがあるんですが、原子力どのように思われますか？そうですね、本当に、福島第一原発とかようなことが起こる前までは私も恥ずかしながらあまり、この原子力に頼る生活ということが罪なことなのだということは意識をしてなかったんですね。でも神様から以前より教えられておりましたことは、人間は原子を分解してはいけないということは以前より聞かされておりまして、あと核開発をしてはいけない、これは原子を分解してはいけない、核開発をしてはいけない、そういうことは宇宙のルールとしてやってはいけないことですよということを教えられておりますので、私としましてはこのまま再稼働されず原子力のない世の中になっていったらいいなと思っておりますが、ただその原発にね頼って生活をしていらっしゃる方もいらっしゃるわけなんですよね。例えば九州の玄海原発の玄海原発のある玄海町の方とかですね、その方たちはやはり原発があり仕事がありとか、そういうの町の方は原発がなくなることで困ってしまわれるということもありますので、そういう政府としては一日も早く原発に頼らない国づくりということをしていっていただきたいなと。その原発がなくなった場合、その町の方がどのように食べていけるかとかですね、太陽光パネルをたくさん貼ってですね、そこから収入が得るようにしてあげるとか、もっと具体的にそういうことを再稼働を考えるのではなく、そういうことを考えていっていただきたいなと思います。先ほどのその原子力発電に対して神様からメッセージをねいただいておりまして、これはいろいろな講演会でも東京や名古屋とかでも読ませていただいているんですけれども、今日はそのメッセージを一つ、読ませていただけたらと思いまして、用意してきましたので、聞いてください。では神様からのメッセージ。原発は賛成ですか？反対ですか？そんなのんきな質問をしていられるのも今だけです。5年後には日本国民全員が原発に反対をしています。福島原発の事故直後に無責任な政治家が直ちに健康に被害はないと言っていた意味を後になり初めて理解する人間もいるでしょう。宇宙のルールを破り原子の分解をし核開発を行えばどうなっていくのかということをもっと分かってもらわなければさらに取り返しのつかないこととなります。地球規模で起こってしまうのです。日本です。この日本から脱原発、核撲滅を訴えていかなくてはならないのです。その役目があることに早く気づいてほしい。広島、長崎に原爆が落ちたのもすべて意味あってのこと。そして今回の福島原発での爆発もそうです。神の国、日本に住みし人々、目覚めてください。我々、神と約束をして今回生まれてきていることを忘れないでください。魂の記憶を思い起こすのです。5年後の日本、今のままの人間の心でいたら
放射性物質による被害は福島県のみにはとどまらず、日本全土や海が汚染されていることが分かり、若い人々にがんや白血病の患者が増え、もうこんなところには住めないと日本を捨てる人々も出てくるでしょう。実に嘆かわしきこと。この神の国、日本に生まれ育ったのに祖国を離れるとは。そうならないための努力と働きかけを目覚めた人々にはしていってもらいたいのです。とは言っても何も難しいことをするように言っているわけではない。原子の分解をやめ、心正しく生きる努力をしてほしいだけ。嘘、偽りのない世の中にしていきたければ、まずあなた自身が嘘、偽りをしないことです。たとえどんな小さな嘘でもつかないこと。そんなあなたの努力はやがて大きな波、渦となり、周りの人々へも影響を与える。5年後の日本がどうなっているのか。これはあなた方人間たちの今の生き様によってかなり大きく変化します。子供たちの未来を光り輝くものとしてあげることはあなたの役目です。これを決して忘れないでください。原子の分解をしてはならないという宇宙のルールを破り、どんどん核開発を行ったことを反省し、この地球上から核を排除しようと努力をしなければ、悲惨な結末を迎えることとなってしまう。その結果についてはまた後日話しましょう。この核についてが他の惑星の人々は一番心配のようです。だからやきもきしている。いずれ自分たちのしでかしたことに地球人が気づくとき、全身に震えが来るでしょう。あまりにも浅はかだった自分たちに呆れ返ることでしょう。すべては遅いのですが、というメッセージなんですね。はい。こちらを講演会では読ませていただいております。他の惑星の、方々も心配しているっていうのが今のメッセージの中にあったんですけれども、これは3月11日東日本大震災が起こり、そして福島の原発が爆発をしました。その後、3月に広島講演会がその年、去年ですね、あったんですね。その時に神様が福島原発の付近にUFO が、他の惑星からの UFO が現れ、それは原発を監視に来ていると、放射性物質がどれぐらい出ているかとか、そういうことを監視に来るので UFO がまたたくさん見れますよみたいなお話をねさせていただいたんです。でやはり福島県ではたくさん今その後 UFO が目撃されておりまして、はい、スペシャルセミナーではそういうUFO の話とかねさせていただいたんですけれども、UFO というのが本当に日本でよく目撃されるようになったのは昭和20年からなんですね。それは第二次世界大戦の時長崎と広島に原爆が落とされた。それでその原爆が落ちた衝撃というのが宇宙へも振動としていったということで、他の惑星にも行ったんですね。それでとんでもないことを地球人がしでかしたということで、その様子を見にその後時々、心配をしながら監視もしながら他の惑星の UFO が現れるということが、起こっているんですね。今も続いているんですけれども、本当に原発ですね。かつてこの日本の今日本という国があるんですが、この日本からずっと太平洋上に向けて、ムー大陸という大きな大陸がかつてあったんですね。
はい、そのムー大陸という大陸があり、そこでも文明がとても栄えてまして、やはりその時も人間はこの宇宙のルールを破り核開発を行ったんですね。で核ミサイルも作り原子力開発もしていた。それでそのムー大陸というのはやはり沈んでしまったんですね。太平洋の下に沈んでしまった。でもその時に日本はムー大陸の沈み残りなんですね。日本からずっともうハワイも全部ムー大陸として続いてたんですが、日本は残っているということでムー大陸の沈み残り、はい、やはりこの神の国日本というものがその時にできまして、お役目のある国ということですので、やはりこのメッセージにもありましたように、この日本から核撲滅、はい、原子力を停止するということをしていかないと、地震大国ですのでね、日本はもう本当に本当地震学者の方たちは皆さん声を揃えて、このような国に原子力発電所を作るような危険なことをしたら取り返しのつかないことが分かっているのに、なぜ作るんだろうって皆さんおっしゃって見えるんですね。はい、本当に危険なことをしているということに早く気づいて、皆さんも何か感じたら働きかけていただきたいなと思っております。それでは先生、講演会の案内をさせていただきます。6月の17日ですね、福岡県の JR 博多シティで行われます。本当ですね。福岡また行けるの楽しみです。そして7月16日、これは月曜日の祝日になります。長良川国際会議場で、いつもね日曜日が多いんですけれども、今回月曜日ということでね、月曜日にお休みの方にも来ていただけるかなと思います。ここではまた渡らせトーク、させていただきますので、サプライズ企画として、ぜひぜひ皆さんお越しください。先生お願いします。こちらこそ。そして8月の5日、これは日曜日ですね。岩手県盛岡市アイーナというところで、また盛岡の皆さんもお会いできるのを楽しみにしてます。でこちらの講演会ではですね、こちらのじゃじゃん、大森和代のいつのつながっているよ渡らせトーク BGM、 このラジオ番組で流れております BGM3 曲プラス2曲、またこの2曲はいずれ使わせていただくということで、渡らせトーク BGM 古澤ゆきえちゃんの CD 発売しておりますので、もしよければご協力ください。お願いします。お願いします。ちょっとプチ自慢していいですか？今日ですけど、実はこの頭についているもの全部ファンの皆さんにいただいたものなんですね。これはこの間もつけてて、あの時に言うの忘れちゃったんでごめんなさい。でこれもお誕生日にいただいたんです。ありがとうございます。これもいただきました。ちなみにこれもいただいちゃったんで、なんかいただき物ばっかりで成り立ってる私です。すごいですね。本当に皆さんお優しくて、なんかいろんなものをいただいちゃって、いつもありがとうございます。大切に使わせていただきます。なんかちょっとスリムになりません？あら何かベリーダンス始めたんですよ。ベリーダンス、腰をちょっと細くしたいなと思いまして。そうなんですか？ちょっとここではやりたくないんですけど。そうですか。先生は何か私はですね、ちょっとなんかよく出張の時に夜暇だとコンビニを徘徊してるんですね。それでその時に本に出会った。コンビニってね時々いい本があるんですよ。でそこでね、寝るだけダイエットっていうなんかね、よく寝ましょうっていう、そういう本に出会いまして、この間広島でコンビニで、で睡眠ダイエット、それをしてるんですよ。私先生、今先生の本のボル1を今読みながら寝てるんですけど、すごくよく寝れます。そうですよね。本からはパワーが出てるので、私も自分で置いて寝てるんですけれども、本当に夜の11時ぐらいからやっぱり寝るといいということで、やっぱりあと7時間ぐらいは寝た方がいいっていう、で最近はやることを削ってなるべく睡眠を取ろうということを心がけています。そうですね。じゃあ2人でダイエットそうですね。まだでもなんかコ
効果があんまり 200g しか現れてないんですけど、まだまだまだこれからですね。皆さんご期待ください。はい、では皆さん今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。Have a nice weekend. Bye.